エーデルブロックキャブセッティング第3弾。今回はアイドルミクスチャーの調整を行っていきたいと思います。両方のスクリューを、同時に回していくっていう一番オーソドックスなやり方でやっていきたいと思います。両回し式は片方締めたらば片方締めるやつです。そしてアイドルミクスチャーの調整なんですけども、必ず目標を決めていただきたいと思います。まずはじめにその目標なんですけども、アイドリング調整の目安を決めていただく。これはですね、いろんなやり方があります。例えば1番、アイドリングの回転数で調整するっていうやり方ですね。そして2番、空燃費で調整する。これはアイドリングで空燃費を何対何で決めるのか。これには空燃費計が必要になってきます。そして3番、エンジンの負圧、これエンジンのバキュームですね。その強さで調整するっていう方法があります。これはエンジンのバキュームが一番強いところで決めるっていうやり方です。これにはやっぱりバキュームゲージが必要になると思います。そして今回1番の回転数で調整するっていうやり方でやっていきたいと思います。アイドルミクスチャーの特性なんですけども、向かってですね、これはキャブに向かってなんですけども、右側のスクリュー、これは、鈍感です。意外と反応が鈍いです。そして向かって左側のスクリュー、これはとても敏感なスクリューになってます。それはなぜって言われてもちょっと構造上だと思うんですけども、なぜだか分かんないんですけども、僕なりのちょっと感じたことでこういう風にやってます。そしてアイドルミクスチャースクリューを、締める時ですね、薄くする方っていうのは右側のスクリューから、そして濃くする際、スクリューを開ける時です。これは左スクリューから触るようにしてください。まずアイドルミクスチャーは、両方ともいっぱいまで締めてください。あんまりぎゅうぎゅう締めちゃいますと先端が針状になってますので、それが潰れてしまいます。キュッと締まるぐらいでいいと思います。そしてもう片方もキュッと締まる程度です。初めのリセットで1回転半ずつ戻してください。半分、1回転、1回転半です。そしてアイドリングはだいたい850回転ぐらいを目安にしてください。だいたい850回転ぐらいが、分かりやすいと思います。そしてスクリューなんですけども、構造上どういうわけだかわからないんですけども、向かって右側の、こちらのネジの方が、なぜか鈍感です。そして左側のこちらのネジ、こちらの方は、敏感です。僕のやり方なんですけども、閉めるときは右側から、開けるときは左側から開けてます。まずこの状態でエンジンをスタートしていただきます。まずは薄いところを探していきます。この時は最初に半回転締めていきます。こちらも半回転です。そうしますと徐々に、アイドリングが下がっていくと思います。これは、薄い状態になっていきます。まずは薄いところを探していただきます。アイドリングがかなり落ち込むっていうところがだいたい薄いところの限界になると思います。アイドリングが落ち込み薄いところを見つけたとしましたらば、そこからまずもう一回1回転半に戻していきます。これで元のところです。そして今度はですね、そして次は濃いところを見つけていきたいと思います。これも半回転ずつ開けていってください。そしてさらに半回転いってみます。そうしますとだんだんガソリン臭くなってくるなって感じてくると思います。ただし分かりづらいのがアイドリングがだんだん上がってくるんですね。それでアイドリングが上がってくるからこれでいいのかなと思ってしまうんですけども、そうではないです。ただただ濃いだけですので、この状態で走っていますとどんどんプラグがかぶってくるような状態になってきます。
で車内にも結構ガソリンの匂いが入ってきますのでご注意ください。そしてガソリン臭いなっていうところが見つかりましたらば、そこの部分は濃いところの、目いっぱいだと思います。そしてちょっとまとめてみます。アイドルミクスチャーの特性としましては、向かって右側のスクリューは鈍感です。で、左のスクリューが敏感です。閉めるときは右スクリューから閉めてください。開けるときは左スクリューから開けるようにしてください。次にアイドルミクスチャーの調整範囲なんですけども、PCV はつなげてない状態で、薄い限界がだいたい目いっぱい閉めたところから4分の3回転開きぐらいのところがもう耐えられないところなのかなって思います。濃い限界っていうのがだいたい2回転半、それを超えるとどんどんただ濃くなっていくだけになっていきますので、そこをご注意ください。その範疇で調整をすればセッティングが出るっていうことになります。アイドルミクスチャーの回し方なんですけども、まず最初に、半回転ぐらいずつ大きく動かしていただいて結構です。そこでまず薄いところを見つけてください。そして薄いところを見つけましたらば、次は今度は4分の1回転ずつ調整していきます。そして最後は8分の1回転回しで仕上げるというようなやり方になっていきます。アイドルミクスチャーの調整範囲なんですけども、薄い限界、これは、前平から4分の3回転開きぐらいのところがだいたいもうアイドリングが落ち込んでくるところになってきます。そして濃い限界、これは前平から 2.5 回転以上開けていったところがだんだん濃くなり、ガソリン臭くなり、そして、渋滞とかはまってるとかぶってくるような状態になってくると思います。ポイントといたしましては、まず薄いところを見つけます。そして薄いところから4分の1回転ずつ開けるたびに、パーキングからドライブに入れていただいて、パーキングとドライブの回転数の差を縮めていってください。そしてまた4分の1回転開けましたら、パーキングからドライブに入れる。でそれを繰り返していきます。ただし2回転半以上を開けてしまいますと、それは濃すぎですので、その範疇で、セッティングの方を行ってください。パーキングとドライブの差があまりなくなりましたらば、そこでだいたいセッティングを1回完了します。そしてお好みのアイドリングに合わせてください。少し落としていただいた方がいいと思います。そしてアイドリングが決まりましたらば、最後に8分の1回転ずつ左右のアイドルミクスチャーを右に回して燃料を薄くしてあげてください。これでアイドルミクスチャーの調整は完了です。結構これは簡単にできると思います。お役に立てれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。次はですね、片方のネジだけで回すっていうものすごい横着したやり方をご説明しますので、次回もよろしくお願いいたします。